長登銅山にやってきました。ここではジオガイドのトリスさんにガイドをしていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速なんですけれども、ここ長登銅山とはどういったところなんでしょうか。そうですね、奈良大仏のふるさとといって日本最古の国営銅山として知られています。はい、この長登の地名が奈良の大仏と関係があると聞いたんですけれども、どういったことなんでしょうか。はい、そうですね、奈良時代に長登が奈良大仏に銅を送ったので奈良登という名前を与えられました。その奈良登がなまって長登になったという地名伝説があります。はい、しかし信憑性がなかったので単なる伝説と思われてきました。そして昭和63年には奈良の東大寺で発掘調査が行われました。この調査の結果によって奈良の大仏の銅が長登の銅だったということが証明されました。実は今も昔の遺跡が見られるので見に行きましょうか。はい、私たちが向かったのは茅ヶ葉山です。茅ヶ葉山には奈良時代から江戸、明治、大正時代と銅鉱石を採掘していた各時代の坑道や立坑などの鉱口がたくさん見つかっています。現在山頂付近に3つの露天掘り跡と山頂から山麓にかけておよそ30カ所の鉱口が確認されています。山頂に行くには道に沿って張られたロープを使わなければいけないほどの急な斜面を登らなければならないため、普段の長登銅山の見学コースには入っていません。最初の目的地は山頂から少し下った先にある露天掘り跡です。だいぶ山の上の方まで上がってきましたが、ここはどのぐらいの高さなんですか。そうですね、ここは340メートルの高さがあります。はい、で今来たここなんですけれども、大きな穴がありますが、ここはどういった場所なんでしょうか。はい、こちらはですね、露天掘りという場所なんです。露天掘りとは坑道を掘らずに地表から掘っていくという非常に原始的な採掘手法です。じゃあ今ここにある穴、上から下に向けてずっと掘っていった、ということですか。そうわけです。はい、一番下のところをご覧になると、はい、実は坑道があります。はい、この坑道からは須恵器が見つかったんです。その須恵器によって7世紀か8世紀前半の坑道ではないかというふうに考えられます。じゃ坑道ということは先に露天掘りでこう縦に掘った後に横の坑道が掘られたということですか。そうです。動脈に沿って坑道を掘ったわけです。ということはこの露天掘りっていうのは、その坑道で見つかったのが7世紀から8世紀ということなので、さらにそれよりも古い時代のものということですかね。そうですね、おそらく7世紀の露天掘りというふうに考えられます。じゃあ一番長登で古いそうですね、場所ですかね。先ほど申し上げましたけど、非常に原始的な手法なんで、最初にここで銅が掘られたところはここなんじゃないかというふうに思われます。はい、この下の壁を見ると、はい、ちょっと赤いんですよね。はい、はい、それは実は鉄の成分が入っているからです。はい、江戸時代にはその鉄の部分が見えるところ、それを見つけるといいところと。じゃあそういった酸化鉄っていうか鉄の見えるところを探すと、そう銅なり何なり見つかるということですね。はい、山頂付近の露天掘り跡を後にした私たちは、続いて茅ヶ葉山の中腹にある大桐4号坑にやってきました。ここは長登銅山跡の坑道で唯一中に入ることのできるところです。鳥さん、ここは大きな穴がありますけれども、どういった場所なんでしょうか。はい、こちらは大桐4号坑という坑道なんです。
ご覧になって分かると思いますけど、結構広い区間が入ってます。ここは実は大正時代にダイナマイトを使って広げた穴なんです。もう壁をよく見るとダイナマイトを入れた穴の跡を見ることができます。はい。じゃあ入りましょうか。はい。中に入ってきましたけれども、だいぶ広いですね。そうですね。入れる部分はですね、実は20メートルぐらいしかないんですけど、この坑道は実は300メートル続きます。じゃあその入れる部分っていうのが、いわゆる大正時代に作られた、というところですかね。そうですね。ですけど実はもっと古い坑道があります。はい。天井をご覧ください。はい。とても狭い道みたいなところがわかると思いますけど。そうですね。一番上の部分にありますね。それは実は奈良時代の坑道なんです。直径1メートルぐらいで、当時の採掘は大変な作業だったと思います。じゃあその奈良時代の坑道をもとに、後の時代でこう広げていったということですかね。この元の道は動脈に沿って掘られた道なんで、ここが実は出口です。大正時代にその出口から入ってダイナマイトでこの広いことを使ったわけです。あとはこの坑道でこう見られるこの特徴みたいなものはありますか？はい、そうですね。壁を見てみると、はい、ちょっと変わってる岩を見ることができます。そうですね。なんかちょっと綺麗な石というか、キラキラ光ってますね。そうですね。これは6章なんですけど、参加している銅ですね。ここの石は実は熱水によって変化しているものなんです。なぜか熱水がここに入ったかについて明るいところに戻って説明したいと思います。はい。はい、このフリップを使って説明します。はい。この映像はですね、長野堀の昔の地下の様子を示すものです。はい。ご覧のように石灰岩が地下で眠っています。この石灰岩が秋吉台と同じ石灰岩です。で、約1億年前にマグマがこの石灰岩に侵入しました。このマグマには銅、銀、鉄などいろんな金属成分が入っています。このマグマの熱によって熱水ができます。この熱水にいろんな金属成分が移ります。そしてその熱水が石灰岩と反応して銅、銀などの鉱床ができます。この大桐4号坑はまさにこの熱水が石灰岩に入ったところなんです。それがさっき中で見たところということですね。そうですね。それからさっき露天掘りのところで説明があったの鉄が見えるっていう、それもこれと同じようなことってことですかね。そうですね。同じように熱水の働きによってできただろう